皆様こんにちは、セリナです。今回は6月12日アジア限定数量限定発売 NARS The Petal Play コレクションを NARS 様よりお貸し出しいただきましたのでレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。NARSから夏にぴったりのパッケージデザインが可愛いアジア限定コレクションが登場ということで、コレクションに登場するリップ2色、チーク2色、そしてアイシャドウパレット2色のパーソナルカラーレビューと実際に肌の上にのせた時の仕上がり。アイシャドウはパレット1色ずつの単色塗りとパレット全色を使ったメイクルックを作ってご紹介していきます。少しでもアイテム選びの参考になれば嬉しいです。この度 YouTube メンバーシップを開始しました。特典やどんな内容を発信していくのかなどは詳細動画でご紹介しておりますので、ぜひこちらの動画もチェックしていただけたら嬉しいです。皆様のご参加お待ちしております。NARS The Petal Play コレクション6月12日アジア限定数量限定発売。ご紹介するのはクワッドアイシャドウ限定色05567、06095。目元にフローラルな華やぎを、輝くピンクやきらめくアプリコットが眼差しを明るく彩り、マットなベージュやブラウンが締め色として奥行きと立体感を引き立てます。リキッドバインディングシステムを採用したフォーミュラはバターのような滑らかさでまぶたに溶け込むようになじみ、繊細にも大胆にも彩ります。続いてブラッシュ N 限定色 906A、928A。好みに合わせて思いのままに楽しんで。花びらのような繊細なニュアンスのクールトーンとウォームトーンのシェードをラインナップ。シルクのように滑らかで軽く肌なじみのいいフォーミュラがつけたての発色を長時間キープ。アフターグローリップシャイン限定色 287A、291A。花びらの繊細な輝きをリップに。滑らかなテクスチャーがスッと伸び、ミラーのような光沢と潤いを同時に与えます。きらめく花園へ誘われるような華やぎをプラス。その他、ライトリフレクティングセッティングパウダープレスト N と、ライトリフレクティングセラムクッションファンデーションケースの限定パッケージも登場。それでは、アフターグローリップシャインの限定色から順に、それぞれのパーソナルカラーレビューと、実際に肌の上に乗せた時の仕上がりをご紹介していきます。アフターグローリップシャイン、パーソナルカラーにおけると、287A はイエベ春におすすめ。黄身寄りの鮮やかなロージーピンク。黄身、明るさ、鮮やかさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトスプリング、ビビットスプリングにおすすめ。291A は全タイプにおすすめ。肌の色に近い自然なアプリコットカラーにシルバーやピンクなどの微細ラメがきらめきます。パーソナルカラー問わず自然にツヤをプラスしたい時に使いやすいです。では 287A から順に唇の上にのせていきます。みずみずしく伸び広がり、唇を均一に覆ってくれます。グロスタイプですが、ベタつきを一切感じさせないところが使いやすいです。限定色 287A、唇の上にのせるとこんな感じです。かなりみずみずしくて軽やかで、ベタつきもなく快適な塗り心地ですが、光が当たるとこんな感じで、濡れたようなツヤ感を楽しめて、グロスのツヤ感とベタつかない質感を両立してくれています。こちらのカラーは自然ながらも元の唇の色素をしっかり覆ってくれるので、見たままの華やかなカラーを楽しめます。続いて 291A です。唇の上にのせるとこんな感じです。291A は肌の色に近いようなかなりナチュラルなカラーのベースに微細なラメがきらめくので、単色塗りだとヌーディーなリップとして楽しめて、お手持ちの口紅の上に重ねても可愛く使えるんじゃないかなと思います。グロス自体の光を反射するような濡れツヤ感にプラスして、微細なラメの立体ツヤも楽しめます。
2色を比較するとこんな感じです。続いてはこちら。ブラッシュ N の限定色2色をご紹介していきます。ブラッシュ N、パーソナルカラーにおけると 906A はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすんだ明るいソフトピンク。微細なシルバーパールが艶めきます。青み、くすみ、明るさが得意な方、ブルベ夏全般に使いやすいです。928A はイエベ春におすすめ。明るく鮮やかなコーラルオレンジ。パールやラメはほぼ感じないマットに近い質感です。黄身、鮮やかさ、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトスプリング、ビビットスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。まずはこちら側半分に 906A を塗っていきます。ブラシに取ったら、黒目の中心と小鼻の横の延長を結んだ基本の位置からこめかみに向かって引き上げるように塗っていきます。軽く塗るだけでもこんな感じで、ナチュラルなヌーディー寄りのカラーですが、しっかり肌の上でも発色を楽しめるのと、微細なパールが入っていて、ハイライトなしでもツヤツヤの肌に仕上がってくれます。はい、まずはこちら側半分に 906A を塗ってみました。ほんのりくすみ感のある明るいソフトピンクカラーですが、チークなしの方と比較をすると、柔らかいニュアンスは保ちつつ、しっかり発色している感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。ふんわり軽やかなマットベースに微細なパールがたっぷり入っているので、ツヤツヤな立体感も同時に楽しめます。アイシャドウやリップをメインにした時にバランスを取るチークとして使ったり、血色感と立体感を同時にプラスしたい時に活躍してくれそうです。では反対側に 928A を塗っていきます。こちらのカラーはこんな感じで、見たままの鮮やかなコーラルがしっかり肌に乗ってくれますが、パールやラメが入っていないマット質感なので、華やかながらも自然に肌に馴染んでくれます。はい、こちら側には 928A を塗ってみました。見たままの明るくて鮮やかなコーラルオレンジがそのまま発色してくれます。近くで見るとこんな感じで、高発色なチークですが、粉質が軽やかだからか肌に綺麗に馴染んでくれて、グラデーションも簡単に作りやすいです。発色の良さと塗りやすさを両立しています。それぞれの限定色を比較するとこんな感じで、質感やカラーのイメージなどかなり違いを楽しめます。着てみるとこんな感じです。ではここからはクワッドアイシャドウ限定色のパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。まずは05567です。クワッドアイシャドウ05567。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。黄身寄りのマットベージュ。単色塗りだとライトスプリング、イエローベース全般のベースカラーにもおすすめ。右上はイエベ春、イエベ秋におすすめ。落ち着いたアプリコットベージュにゴールド、シルバーの大粒ラメとピンクの微細ラメがきらめきます。黄身が得意な方、イエローベース全般のラメアクセントにおすすめ。左下はイエベ秋におすすめ。ダークなチョコレートブラウンにゴールドの大粒ラメがきらめきます。黄身、深みが得意な方。単色塗りならディープオータム。イエベ秋全般の締め色にもおすすめ。右下はイエベ春におすすめ。鮮やかなタンジェリンオレンジ。マット質感です。黄身、鮮やかさ、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ビビットスプリング、ウォームスプリングにおすすめ。では、パレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際のカラーや質感をご紹介していきます。1色目、左上のカラーです。1色目はこんな感じで、パレットで見るよりもオレンジのニュアンスをしっかり感じられるようなマットなベージュカラーです。粉質はかなりしっとりしていて、まぶたに吸い付くようにフィットしてくれます。1色目、単色塗りだとこんな感じです。ほんのり柔らかいオレンジニュアンスを感じられるようなベージュカラーで自然に目元に明るさをプラスしてくれます。しっとりしているマット質感なので、
柔らかい印象の目元に仕上げてくれます。続いて右上のカラーです。こちらはこんな感じで、一塗りでも贅沢なラメが乗って華やかな目元に仕上がります。この質は反対に塗っているマットと同様しっとりしているので、ラメのザラつきも感じにくく、指で塗ってもラメ飛びも気になりにくいです。2色目、短縮塗りだとこんな感じです。こちらも落ち着いたアプリコット系のベースに様々なカラーの大粒ラメがたっぷり輝きます。カラーもラメも楽しめるので単色塗りでもとても可愛いです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらはパレットの中で一番深みのあるシメールです。発色はかなりいいですが、柔らかい粉質なので、指塗りでもこんな感じで自然にボケてグラデーションになってくれます。3色目、暖色塗りだとこんな感じです。かなり深いダークブラウンのベースに大粒のゴールドラメがキラキラと輝きます。しっかり目元に陰影をつけてくれるシメ色ですが、カラー調整しやすく、グラデーションも作りやすいです。最後、右下のカラーです。こちらはマット質感ですね。パレットの中で一番鮮やかなカラーです。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。このパレットの中でのメインカラーになりそうな、かなり鮮やかなオレンジです。肌の色と混ざって濁ることもなく、綺麗な発色を楽しめます。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。では、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。まず、左上のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずは肌なじみのいいカラーでベースを整えていきます。続いて右下のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。今回はこの鮮やかなオレンジをしっかり発色させていきたいと思います。先に左上のカラーをベースに仕込んでいるので、自然に馴染みつつグラデーションになってくれます。ブラシに戻って下まぶた全体にものせていきます。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にシメ色としてのせていきます。ダークなシメ色でしっかり目元を引き締めていきます。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。最後にたっぷりのラメをかけて華やかに仕上げていきます。ブラシに戻って下まぶたにものせていきます。置くようにのせるとこんな感じで、全然ラメ飛びも気にならないです。はい、こんな感じでパレット全色を使ったメイクが完成しました。今回はかなり鮮やかで華やかなオレンジをメインにしましたが、ベースに仕込んだカラーやシメ色に落ち着いたニュアンスがあるので、華やかながらも派手になりすぎずにカラーメイクを楽しめます。マットとラメのコントラストで立体的な目元を楽しめます。引きで見るとこんな感じです。では、クワッドアイシャドウ06095をご紹介していきます。クワッドアイシャドウ06095。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上はブルベ夏におすすめ。明るく淡いペールピンクに微細なパールが強めきます。青み、淡さ、明るさが得意な方。暖色塗りならライトサマー。ブルベ夏全般のベースカラーにもおすすめ。右上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。明るい青みピンクのベースにピンク、ラベンダー、ホワイトの大粒ラメがきらめきます。青み、明るさ、クリアな色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトサマー、クリアウィンターに特におすすめ。左下はブルベ夏におすすめ。青みがかったくすみローズ、マット質感です。青み、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ミューティッドサマー、クールサマーにおすすめ。右下はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。ほんのり寒色ニュアンスのマットブラウン。青みが得意な方。
ブルーベース全般のシメ色ブラウンにもおすすめ。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に短縮塗りしていきます。1色目、左目のカラーです。こちらはしっとりしている粉質に微細なパールが入っていて、自然なツヤ感を楽しめます。カラーはかなり淡くてナチュラルです。1色目、短縮塗りだとこんな感じです。ホワイトに近いような淡いペールピンクに同系色の微細パールが艶やかに光ります。ベースカラーや自然にまぶたに明るさを出したいとき、ナチュラルなハイライトカラーにも使えそうです。続いて右上のカラーです。こちらはたっぷりのラメとパールが輝く華やかなグリッターカラーです。2色目、短縮塗りだとこんな感じです。明るく澄んだクリアカラーのベースに様々なカラーの大粒ラメが輝きます。可愛らしいピンクカラーを基調に少し透明感を感じるようなラベンダーやホワイトなども光るので、可愛らしさと透明感を両立してくれます。1色目と2色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらはパレットで見るよりもまぶたの上にのせた方がよりしっかり青みを楽しめる感じがします。くすみニュアンスが大人っぽくて素敵です。3色目、短縮塗りだとこんな感じです。パレットで見るよりも青みもくすみ感も強く、少し深みのあるバッシュ系のローズに感じました。目元に自然な陰影をプラスしたい時や、大人っぽいニュアンスのカラーメイクを楽しみたい時に使いやすそうです。最後、右下のカラーです。こちらはかなり高発色な締め色ですね。ぼかしていくとこんな感じで、こちらも綺麗にグラデーションを作りやすいです。4色目、短縮塗りだとこんな感じです。かなりダークで発色もしっかりしているブラウン系ですが、柔らかい粉質なので指塗りでもグラデーションが作りやすいです。程よい寒色ニュアンスのところが絶妙でおしゃれです。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。それではパレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきます。まず左上のカラーを指に取って、ワンまぶたのアイホール全体にのせていきます。まずはベースに微細パールのツヤカラーを仕込んでいきます。続いて右上のカラーを指に取って、ワンまぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。今回はこのクリアなピンクラメをしっかりメインに使っていきたいと思います。透明感と明るさが出て一気に可愛らしくなりますよね。続いて右下のカラーを指に取って、ワンまぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。アイホールには明るめの透明感カラーを使ったので、目尻にはしっかり締め色を入れて引き締めていきます。最後に左下のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたは程よく深みのあるくすみカラーで大人っぽくまとめていきます。はい、こんな感じでパレット全色を使ったメイクが完成しました。くすみカラーもクリアカラーも両方セットされているパレットですが、今回は右上の明るくクリアな透明感ピンクをメインに使ってみました。目尻にダークな締め色をしっかり入れたり、下まぶたには程よい深みのあるくすみカラーを仕込むことで、ピンクメイクも腫れぼったい印象にならずに楽しめます。ピンクカラーやラメ好きの方にかなりおすすめのパレットです。着てみるとこんな感じです。はい、ではこんな感じで NARS のメタルプレイコレクションを徹底レビューしていきました。今回のコレクションではアイシャドウ、チーク、リップが2色ずつラインナップされていますが、色味のイメージの違いはもちろん、質感の違いも楽しめるところがすごく素敵だなと思いました。とても可愛いコレクションだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。